はい、こんにちは、としぼうです。今日はですね、僕がね使ってますね、マイクロフォーサーズっていうねカメラシステムがあるんですけども、カメラのね、おすすめを聞かれた時なんかはね、やっぱりねマイクロフォーサーズをねおすすめすることが多くてですね、ちょっとねその理由なんかについてお話ししてみたいと思います。はい、ですね、僕が使ってるカメラのシステムっていうと、先ほど言いましたね、マイクロフォーサーズと、マイクロフォーサーズっていうのがね、オリンパスとパナソニック、とかね、他のね、企業なんかもありますけどもが、出している、カメラマウントのシステムでございます。でもう一つね使っているのが L マウントっていって、パナソニックとライカとシグマ、この3社のね協業で出している L マウントっていうカメラシステムも僕は使っています。今使っている、レンズ交換式はその2つのシステムですね。でそれでその中でも僕はねマイクロフォーサーズをね、ちょっと前から使っておりまして、いまだにねやっぱりマイクロフォーサーズって非常にねいいなと思う部分が多くて、でおすすめのねカメラなんか聞かれた時なんかもレンズ交換式でね、マイクロフォーサーズいいですよっていうことが多いんですよ。でそれがなんでかっていう話なんですけども、今回はねミラーレス一眼ということをね、前提にお話ししていこうかなと思いますけども、マイクロフォーサーズのね何がいいかって言いますと、そうですね、まずマイクロフォーサーズ以外にじゃあ何があるのって話になりますけども、センサーサイズでまずね分けますと、フルサイズ、35mm 版の、サイズですね、これをフルサイズとかフルフレームとかって言いますけども、この大きさのセンサーサイズと APS-C というこれのまた一回りさらにちっちゃいセンサーサイズのものと、マイクロフォーサーズ、フォーサーズですね、センサーサイズでいうとフォーサーズというまたもう一回り小さい、センサーサイズの規格が、主にこの3つがまだね中盤とかね、多少1インチとかもあったりはするんですけども、この3つがね3つのセンサーサイズが主流になっております。ちなみにね、センサーサイズのね違いをねお見せしておきます。こちらがフルサイズのセンサーです。でこちらがマイクロフォーサーズのセンサー。センサーサイズだけ見てもらうとねだいぶちっちゃいのがわかると思いますけども、これぐらいの差はあります。なんでね光を受け取れる量としては断然ねフルサイズの方が大きくて有利っていうのは、これはもう物理的に間違いのないところです。でその中で、僕がねこのフォーサーズ、企画でいうところのマイクロフォーサーズをおすすめする理由としては、フルサイズっていうのがありますけども、フルサイズのカメラってねまずねおすすめしにくい理由っていうのが高い当然センサーサイズっていうのがカメラのね、作る上でコストが一番かかる部分ですんで高いんですよ。で高いっていうのもありますし、あとはそうですねレンズも高いです。はい、レンズもね特にねミラーレス、フルサイズミラーレスっていうともう最近、ニコンやキヤノンやパナソニックが入ってきて、ソニーはねそのちょっと5年ぐらい前からやってますけども、まずはねレンズラインナップもね少ないですし、ミラーレスにおいてはね中古も少ないですし、非常にねレンズ自体が高いんですよね。でレンズが高いってことと、ボディに関しては、大きさはそこまで大きくないもの、アルファシリーズとかね、最近ミラーレスになってからはねフルサイズといえどもボディサイズは小さいものが多いんですけども、結局ねレンズの方はねそこそこな大きさになっちゃうんで、小さいのも出てき始めてはいますけども、だいたいねマイクロフォーサーズに比べると大きいものが多いっていうことで、特にですね超望遠とかね400ミリとか600ミリとか800ミリとかっ
っていうぐらいのね焦点距離になってくるとまあとんでもなくねでかくて高いわけですよ。フルサイズでやっていこうと思うとなかなかねそこはね普通のご家庭ではねお金が出せないんじゃないかなっていうレベルのとこまでいっちゃうんでまあそこまでやるやらないにかかわらずですけども、まあ、もしねやってみたくなった時にちょっとしんどいなっていうやろうという気にもならないんじゃないかなっていうぐらいの大きさと値段なんでなかなかねフルサイズっていうのを最初におすすめっていうのはしにくいなっていうところもあります。で続いてね中間サイズの APS-C っていうサイズになりますけどこれはね、キヤノンも、ニコンもソニーも富士フィルムも出しているセンサーサイズです。でこれはね悪くはないんですけども、ソニーキヤノンニコンに関して言うと、あくまでもちょっとね立場的にフルサイズの買い機種的な扱いな気がしてしまう。まあそうでもない部分もあるんですけども結局ねレンズのいいレンズを買おうと思うとフルサイズのを使ってねっていうパターンが多いんですよ。まあその中ではキヤノンなんかだともう、EOS M マウントっていうのはフルサイズにはない APS-C 専用のマウントですけどもあんまりねいいレンズがないんですよね。ちょっとお高いレンズでちょっとねステップアップでいいレンズを使おうかなって思った時に EOS の M マウントだとそんなにねお高いレンズはないいいレンズがない、で他のね、例えばニコンの Z マウントとかアルファのね E マウントとかで APS-C のカメラを使っていいレンズ買おうと思うとフルサイズのレンズを買わなきゃいけなくなっちゃったりですると結局ねせっかくね小さいボディでもフルサイズ用のレンズ使わないといけないということで大きくてねやっぱ高いレンズになっちゃうんですよね。そういうことを考えるとね富士フィルムは基本的には APS-C をやっておりますんでもうね中盤っていうのもやってますけどもまあやっぱり全然別ジャンルになるんで APS-C でやってる分すごくねそういった部分では富士フィルム APS-C 使うなら富士フィルムで富士フィルムは結構ね色がね、特徴的な非常に良いカメラメーカーですんで富士の色が使いたいからって富士を選ぶっていうのも一つありかなと思います。はい、はい、それでねやっぱり結局 APS-C だとまあメーカーにもよりますけども結局レンズが高くなっちゃう大きくなっちゃうっていうところがデメリットかなという感じがします。でねどうしてもねフルサイズが欲しくなっちゃうんですよね。そういう買機種扱いされてるメーカーのまあ扱いしてはないんですけどもまあ立場的にねそういう感じになっちゃうとまあどうしてもねやっぱりフルサイズが欲しくなっちゃうんでステップアップという意味ではいいかもしれませんけどもなかなかねじゃあ最初からフルサイズでもいいかなっていう気もしちゃう部分ですね。はい、それでね僕がね次おすすめするマイクロフォーサーズですけどもマイクロフォーサーズってねまあじゃあどういったところが良くてどういったところがデメリットがあるかっていうとまずねセンサーサイズが小さいから、心配されることとしてはねセンサーサイズが小さいから画質もね悪いんでしょって言われることが多いんですけども確かに同じ条件でもう絶対的に画質がいいのはやっぱりフルサイズセンサーサイズが大きい方がまあ世代間のね、技術的な違いとかは除いて考えればセンサーサイズが大きい方が画質が大きいっていうのはもう物理的な法則のもとで間違いはないんですけども実用性としてそこに差が本当に出てくるのかっていうとまあ僕まあそういったねL マウントのフルサイズのカメラとマイクロフォーサーズ両方使ってますけどもそこにね実用的な差っていうのはほとんどないですね。まあ正直なところね見分けがつかない写真も多々あります。っていうか結構ほとんどそれかもしれないですね。でそれでまあ必要十分な画質は得られるってこととどういった時に違いが出てくるかというともうローとかで撮ってバリバリにねこう
色をねいじったりだとか、明るさとか暗いところをガッと上げて明るいところをガッと落としたりするようなダイナミックレンジをねフルに使った現像をする場合はやっぱりねそこの辺は差は出てきます、フルサイズの方がね。だけどまあそこまでするかなってとこですよね。そこまでするぐらいだったらもうちょっと撮影で工夫してカバーできるかなという部分もあったりします。はい。あとねそれで、ね、高感度撮影、ISO感度ですね。高 ISO感度の時のノイズがね多いんじゃないかなっていうことを心配される声も多いですよね。まあそれはねそれで間違いではないんですけども、結局それもね実用性のある部分で考えると、マイクロフォーサーズって手ブレ補正がよく効くカメラも多かったり、あとねこれちょっと難しい話になっちゃいますけども、ピントが合う範囲が広いんで、風景とかねそういったものを撮る場合はピントがある程度稼ぐためにレンズを結局絞らないといけないなってことになってくると、フルサイズといえどもそこまでねメリットはない。僕が一回ね撮り比べしてる動画とかもあるんで、ちょっとまたね概要欄貼っとくんでそれも見てもらえれば納得いただけるかなというところなんですけども、正直なところ同じ被写界深度っていってピントの範囲でそれを保ったまま撮るとですね、2段分以上マイクロフォーサーズの方がシャッタースピード稼げるんで、おおよそですね ISO感度は1.5 段分ぐらい弱いかな、マイクロフォーサーズが。なんでまあそのシャッタースピードの方でね稼げてしまうっていうことがあって、まあちょっとねこれ難しい話なんで、置いときますけども、多くの場合はそこまで心配する必要はないかな。逆にねでもね絶対的に不利なシーンっていうのももちろんあります、マイクロフォーサーズ。例えばですね、暗い室内で速い動いてるもの、例えば屋内スポーツとかですね、バレーとかバスケットとか、を撮る場合はどうしてもね、被写体ブレがあったりだとか、暗い中でねなるべくねレンズ、明るいレンズをもう開放で使ってでも撮りたいなんていうシーンだと、なかなかそこの辺はねフルサイズの方が有利かなっていうところですね。あと例えば星の撮影なんかもねそうですね、マイクロフォーサーズもどうしてもねやっぱり高 ISO感度になってくるとノイズが乗りやすくて、ある程度ね絞る一定のとこまでしか絞る必要がない場合なんていうのはそういった形でマイクロフォーサーズが不利になるっていう場面はそれぐらいかな。暗い室内でぼかしたいとか、それなりにシャッタースピード速くしたいっていう場合とか、星の撮影、そのぐらいじゃないかな、高感度で心配するのは。で僕なんかもよく昔は撮ってましたけども、ライブハウスくらいのね暗さのところなんかでもマイクロフォーサーズで十分ね、雰囲気、多少ねもちろんノイズは出ちゃうんですけども、ライブ感のあるすごいねいい描写で撮ることもできますんで、そういった心配はねそこまでする必要ないかなっていうところです。はい。であとですね、先ほども言いましたけども、やっぱりね手ブレ補正がねマイクロフォーサーズ EM1M2 とか、今だと EM1M3 とかですね、僕が持ってるね G9 Pro とかですね、あと他にも GX7M3 とか EM5M3 とか、手ブレ補正がねついてるカメラ、すごくよく効く手ブレ補正がついてるカメラがね多くあるんで、これなんかはねもう非常にマイクロフォーサーズのねメリットだなと思います。最近だとねそれこそフルサイズでもEOS R5 とか僕も使ってます、ルミックスのね S1 とか S1R なんていうのはね、それもねもうマイクロフォーサーズに近いぐらいまでね、手ブレ補正は効くんですけども、まだねマイクロフォーサーズ有利なとこがあるかなっていう気はします。非常に手ブレ補正ね、もう下手すると10秒とか手ブレ補正三脚立てずに、これねかなりね撮影者のね忍耐力が必要なんですけども、10秒ぐらいこうやって撮ることが止めて撮ることができたりする、100発100中とはいかないまでもかなりのね確率で
取れちゃうんで、恐ろしい手ブレ補正ですね。であとですね、マイクロフォーサーズ、ミラーレスの中でもねかなりね、古くからあるということでレンズが非常に多いです。例えばねニコンとか、キヤノンのね RF マウントとかニコンの Z マウントだと純正レンズが多分15本ぐらいしかないのかな、まだ今の時点だと。なんですけども、でソニーだともっといっぱいあるんですよね。ソニーちょっといくつあるか分かんないですけども、ソニーだともっといっぱいあると思います。だけどもマイクロフォーサーズだとね、オリンパスとパナソニックのレンズを合わせると100本以上は多分ね出てると思うんで、そういったことを考えるとね非常にね選ぶ選択肢が多いですし、その古くからあるってことで中古レンズもねかなりねいいレンズがいい値段で、安いいい値段ということですよ。安い値段でゴロゴロしてるんで非常におすすめです。でねあとねマイクロフォーサーズのそのいいところっていうと、なんせやっぱりシステムがねコンパクトなんですよね。これ今ねちょっと僕が持ってきてますけども、ちょっとね今フードを取りますけども、これが 200mmF2.8 っていうレンズがついてます。でこれはねマイクロフォーサーズなんで実際のところは 400mm 相当の画角になります。 400mmF2.8 っていうレンズ皆さんご存知かどうか分かりませんけども、フルサイズのレンズでいうと 400mmF2.8 ってもうねこんなレンズになっちゃうんですよ。もうちょっと表せないですけどもこんなレンズになってて、でしかもね、普通にレンズだけで100万円ぐらいしちゃうようなレンズでとにかくね高くてでかいんですよね、フルサイズのレンズっていうのが。でそれがねマイクロフォーサーズだとこの大きさですよ。片手で持てる大きさで、これめちゃくちゃ写りがいいですしね。で値段もねそんな安くはないですけどもね、中古で20万円出すとあるんですよこれは。なんでこれねテレコンバーターとかつけるとね800ミリ相当までね焦点距離を伸ばすことができるんで、こういったのはやっぱマイクロフォーサーズ冥利に尽きるようなところですね。非常にねいいですよこのレンズが。であとね普通のね、超望遠なんかはねやっぱ僕はもうマイクロフォーサーズフルサイズは、ね、ちょっとさすがにね揃える気もしないなっていうところなんですけども、例えばね第三元レンズ、キットレンズ買うのはまだねフルサイズでもできるかもしれませんけども、第三元レンズって言って、特にね第三元標準ズーム、24mm から 70mmF2.8 なんていうレンズをね揃えようと思いましたら、ニコンの場合だとね2470の 2.8 がね27万円ぐらいですね。ソニーでも25万円ぐらいで、パナソニックも27万円ぐらいかなします。 24mmF2 24mm70 の F2.8 っていうのがね。でその点、マイクロフォーサーズだと僕ちょっと今ね持ってはないんですけども 12mm40mm の F2.8 っていうのがオリンパスから出てますけども、非常にコンパクトでね、写りもすごいいいレンズなんですけども、お値段がね新品で8万5千円ぐらいですよ。すごい安いですよね。でそれもね結構前からあったりねキットレンズにもなっちゃってるんで、中古がまだね安くて5万円以下で4万5千円とか8千円で買えちゃうんで、すごいお得なんですよね。フルサイズで買うと27万円するレンズが8万円とかですよ。でマイクロフォーサーズだと買えちゃうんで、もちろんねそれはね全く同じじゃないですよ。もちろんボケはフルサイズの約2段分少なくなっちゃいますし、そういったねデメリットとして捉える部分はあるんですけども、ボケをねもっと出したければ単焦点レンズをね買うとかね、そういったことでねいくらでもねバリエーションはね作れますんで、そのねマイクロフォーサーズのもっとねそのいいところっていうのが、そういったね単焦点レンズとかでもね非常に安くてあるんですけども、そのね大体安いレンズってね写りが悪いもんなんですけども、マイクロフォーサーズの場合はね本当に非常にね写りのいいレンズが多いんですよね。安くて
安くても写りの非常にいいレンズが多いんで、そういった部分もね、多分ね、センサーサイズがね、小さいがゆえにね、レンズのね、光学設計なんかもね、多少やりやすいんだろうなっていう、僕ね、素人なりにね、そんな気がしています。ね、そういうで、そういったことがあって、マイクロフォーサーズをおすすめしてるんですけども、唯一ね、今ね、心配な点というと、マイクロフォーサーズオリンパスがね、撤退してしまいまして、今 OM デジタルソリューションズですか、に、カメラ事業部がね引き渡されて、このあとマイクロフォーサーズどうなるんだろうなって、僕もねちょっと心配はしているんですけども、現時点、それがねすぐ消えてなくなることはもちろんないですし、ペースはパナソニックもねフルサイズを出してしまったんでペースは落ちるかとは思いますけども、新機種の噂なんかもね出てますし、レンズラインナップもねこのね長い歴史でたくさん出揃ってるんで、レンズの選択肢に困ることもないですし、非常にそんないつ起こるかわからないことを心配してこんなにいいねカメラマウントシステムをね避ける必要はないかなという気はします。ですんでね、マイクロフォーサーズ個人で買って楽しむ分にはねもう全然そんな心配する必要ないなという思いはあります。という感じでね、ちょっとすいません、早口でね喋るだけ喋ってしまいましたけども、マイクロフォーサーズがねメリットが多いってことはねお分かりいただけたんじゃないでしょうか。ね、もちろんねフルサイズがいけないとかっていうわけじゃないですけども、なかなかね先ほど言ったようにね一つねステップアップしたい時なんかに、この値段出せるのっていうのがね僕でも未だにね多々ありますんで、やっぱりね高くて重いっていうのはねついて回る。重いっていうのはねレンズの方ですよね。システム全体としてはね金額も高くなって、重量も重くなってサイズも大きくなって、で特にね望遠側に行くとねそういったのがね顕著にね現れますんで、そこの辺のね機動性とかねいろんなことをやってみたい。超望遠でね鳥を撮ったりだとか、飛行機を撮ったりだとかいろんなことをやってみたい。でもねその限られた予算の中でねいっぱいどれだけ遊べるかってことを考えると、やっぱりマイクロフォーサーズって非常にメリットが大きいんじゃないかなと思います。はい、という感じでねマイクロフォーサーズおすすめです。今日もね最後までね動画ご視聴ありがとうございました。それではね、チャンネル登録、いいね、評価よろしくお願いします。それじゃあ。